どうもこんにちは、ダラクチャンネルです。今日でね、久々にあるとウォークする版のですね、ボディメイクというか、レストアというか、ボディのね、修正をしていきたいなと思います。で、まずですね、このちょっとパネルの内側を見たいなということで、今ですね、このダッシュボードをね、分解しようとしているんですけども、これがね、全然外れないんですよ。これまずね、プラスネジの方から外していこうと思ってるんですけども、どんだけ回してもですね、内側が共回りしているようで全く外れてこないんですよね。で、結局ですね、ちょっとそっちの方はまず諦めてですね、奥の方の六角のね、ネジから外していっております。六角のですね、ラチェットがあったらよかったんですけども、どうもね、見つからなかったので、もうこの L 字のやつを使ってですね、ちまちま外していっております。なかなかね、こういうので外すっていうダッシュボードも少ないですよね。これね、全部で1、2、3、4、5本ぐらい止まってるんで、それをですね、一つずつ外していきます。なかなかですね、見ることのないビスだっていうかですね、ネジだと思うんですよね。これ別にピッキングしたりとか、車の中のものを盗もうとしている犯人じゃないですよ。ちゃんとですね、六角を使ってですね、ボルトを外そうとしています。はい、取れましたね。で、もう一度ですね、このプラスドライバーに挑戦するんですけど、緩まないこと、結局全然緩まないんですよ。で、とりあえずですね、テンションかけようと思って、マイナスドライバーをね、隙間に突っ込みながらやってみるんですけども、どうもね、うまくいかないということで、どうしようかなと思って、とりあえずね、動かしてみています。はい、いろいろね、動かしてみていってですね、これ気づいたんですよね、止め方に。このネジありますよね。このネジの中、こうなってました。なんとですね、ナットをそのまま入れてあるんですよね。だから隙間からこう指を入れて、ナットを押さえてからネジを回さないとですね、一緒に回っちゃって外れてこないんですよ。これ他の場所ってどうやって止めたんだろうっていうぐらいですね、隙間にあるんですけど、とにかくですね、腕を突っ込みながら外しました。そうするとやっと上のパネルが外れましたね。長かった。これ結構やってます。で、内側がこんな感じなんですけども、なんかわけのわからんハーネスがあるなとか見ながらですね、やっています。結局ですね、パネルの裏側を見ることはできなくてですね、ちょっと残念な気もしているんですけども、仕方がないかな。上からできる限りの修理をしていきましょう。てなわけでですね、ロックペイントのパテ外しています。これが本当に臭いんですよね。これこんなに臭いんだなっていうぐらい臭いんですよね。硬化するとですね、匂い消えるんですけども、久々に匂い嗅いで、うわ、気持ち悪いと思いました。今、硬化剤混ぜていますね。全然見えないところでやってます。で、しっかりと混ぜています。これね、今、台紙を段ボール使ってますけど、ちゃんとしたね、板を使った方がやりやすいですね。ほとんど初めてやってるのでお許しください。で、もうね、穴は見なかったことにして上からパテで塞いでいきます。しっかりとですね、というかですね、素人というかですね、ほぼ初めてですので、かなりね、厚塗りをしてしまっていると思います。おそらくですね、プロの板金屋さんから見たら悲鳴が出るぐらいのレベルでですね、たどたどしく塗ってるんじゃないかなっていうか、こんなやり方やんねえよっていうところがですね、本音かと思います。前の動画でですね、ここパネルが浮いちゃってるんですけどって言ってたところもですね、そのまんま見なかったことにして埋めています。多分ね、走ったら振動で割れてくるんだろうなって思いながらですね、とりあえず一回埋めてですね、また考えようということですね。もう次に進めないんでね。で、この縦のラインもですね、本当はシーリングみたいなんでもいいんじゃないかなっていう気もしたんですけど、とりあえずは最初のね、様子通りパテで埋めていこうとしてですね、とにかくガンガンに塗っていってます。はい、すごいですね、これね。もうケーキかっていうぐらいパテ持ってます。もともとですね、大量にパテ盛られた車ですので、違和感はないと思いますよ。はい、これね、後日なんですけども、しっかり乾きましたね。
パテってすごいですよね。本当に乾くのかなと思ってたんですけども、結構早くね、固まってくれました。で、今ですね、当て板をしながら240番のヤスリで削っております。当て板をしているんですけども、これはですね、いらなかったかなっていう感じもしますね。というのもですね、もうすでにね、平面出てないんですよ。だからもう当て板する必要すらないということなんですけど、塗装した時にね、まだボコボコボコって出るのも嫌だなとか思いながらやってます。もうすごい粉ですね。これ永遠にですね、削れてくるんじゃないのっていうぐらい粉出ますね。これパテ塗りあるあるじゃないのかな。すごい量の粉が舞ってるんですけども、一向に終わらない。永遠に続くこのパテ削り作業ですね。ちょっとね、車の隙間にどんどんパテの粉が入っていくのは気持ち悪いので、一箇所だけね、ちょっとマスキングテープで穴を塞ぐことにしました。ただね、これ最後の最後途中で切れちゃったんですよね。もう最後の命でしたね。なので、ここにですね、近くにあった発泡スチロールの梱包材をですね、詰め込んでいます。はい、バッチリですね。鼻血が出た小学生みたいになりました。そしたらまたね、パテ削り作業ですよ。で、途中ですね、240番使ってたんですけども、ラチが開かないので100番も使ってます。もうとにかくね、削れないんでっていうかですね、こんなに厚塗りするもんじゃないんだよね。ということでですね、いろいろやってますよ。この下の方もね、やってます。ただね、穴もちゃんと埋まったので結構良かったかなと。で、こっちの方はですね、奥側にパテが少なかったので、もう一度盛り直しですね。この今、ドライバー突っ込んで隙間開けてたとこですね。本当はね、このモールみたいなやつ取りたかったんですけど、取れないんですよね。で、取るともう永遠に戻せなくなるような気がしてですね、もうそのまま作業しちゃってます。できる限りですね、角が出ればいいかな。今触ってるとこですね。そこがちょっと足りなかったとこですね。で、こっちもはですね、結構いい感じで、もっこりはしてるんですけども、できてます。ただね、巣があったりとか、欠けてるところがあるんでね、そこは直したいと。で、ここね、穴が開いてるところがアルミテープで塞がれて、その上にパテ持ってるので、ちょっとね、ひび割れてきてるんですよ。ちょうどこの裏にあって、触るとですね、アルミテープが触れるんですけど、ここもですね、結局パテでもう一度塞ぐことになるので、アルミテープも剥がさずにですね、何かうまく養生できたらいいなと思っております。というわけでですね、よかったらチャンネル登録してください。それじゃね。